こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は東京都で2024年令和6年度からスタートしております年収の壁対策支援奨励金についてご紹介をしていきたいと思います。2023年10月に年収の壁突破パッケージというのが公表されてスタートをしているという状況になっております。昨今の人手不足を受けて、そして収入が上がることによる扶養を外れてしまうことを恐れて稼働調整をするといったところの対策の一つとして打ち出されたものになってきます。東京都はですね、この年収の壁に対応することとして家族手当を見直すことによって奨励金を支給するというものをスタートさせました。今回はこちらの方をご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは年収の壁とはどういったものなのかについて、そして今回ご紹介をする年収の壁対策支援奨励金の概要、そしてスケジュールについてご紹介をしていきます。また、今も現在進行中ではありますけれど、社会保険の適用拡大、2024年の10月からですね、社会保険の適用となる事業所がさらに拡大をしていく。そして年収の壁突破パッケージに対応した助成金として昨年の11月からですね、キャリアアップ助成金の方も少し変わってきたという形になります。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは年収の壁とはということですけれど、年収の壁とはですね、その収入の金額が超えてしまうと税金だとか社会保険料が変わってくるというところの金額のラインになってきます。いくつか壁というのがあるんですけれど、税制上でいくと100万円の壁、103万円の壁、150万円の壁、201万円の壁というのがありますけれど、社会保険でいきますと106万円の壁、130万円の壁というところになってくるかと思います。106万円の壁というのはですね、社会保険の適用拡大を受けている事業所に関しては106万円の壁、受けていない事業所に関しては130万円の壁といったところになってくる。そして今一番意識されているのは130万円の壁というところになってくる。103万円になってくるとですね、事業所によっては社会保険料がかからない、かかるといったところのラインになってくる。そして130万円を超えるとですね、事業所関係なく社会保険料がかかってくるといったところになってくる。こういった壁の前後のところを意識してですね、年収を超えないように低くするように抑えてという意識が働きますので、稼働の調整、そして人手不足という状況にマイナスの影響があるというふうに言われておりました。今はですね、共働き世帯というのが6割を超える状況ではありますので、皆さんが働くような状況になって稼働を抑えていくという働く状況ではなくなってきた。そういったところも受けまして、年収の壁突破パッケージというのが2年限定ではありますけれど、施行されているといった状況になっております。そして今回ご紹介をする年収の壁対策支援奨励金ですけれど、こちらはですね、配偶者の収入要件がある家族手当について見直しを行う企業に対して奨励金を交付して、働く意欲のある女性がその能力を十分に発揮できる環境を整備していくというものになってきております。年収の壁突破パッケージですね、いくら扶養を外れないといっても、会社でですね、被保険者の方、配偶者の収入が上がってしまって、家族手当等がなくなってしまうといったところの恐れもありますので、被保険者の方が働いている会社の家族手当を見直すことによって、配偶者の方が安心して働ける環境づくりというものが、今回の年収の壁対策支援奨励金というところになってきます。この対象事業者につきましては、本店または主たる事業所が都内にある中小事業主という形になっている。
またさらにですね、就業規則に配偶者の収入要件がある家族手当の規定がされている会社、この2つの要件を満たす会社が対象事業者という形になっておりまして、この事業者がですね、家族手当どのように対応していくかといいますと、まずは家族手当の収入要件というのを撤廃をする、もしくは撤廃をしてさらに他の手当に振り替えていく、そもそも家族手当を廃止をして他の基本給等に振り替えていくという形になっております。単純に家族手当を廃止するだけではですね、不利益変更になってしまう可能性がありますので、そのあたりは取り扱いを注意をしてほしいと思います。そしてこちらのですね、奨励金ですけれど、いつでも申請ができるというわけではなくて、すでにもう第10回までのですね、スケジュールが公表されております。各回100社で限定という形になっております。そして年10回募集という形で、1事業主あたり10万円の交付という形になっております。従いましてですね、まずは自社の就業規則における家族手当の要件を見直していただいて、そして募集会、タイミングの合うところで募集をしていただければというふうに思います。そして106万円の壁ですね、こちら社会保険の適用拡大になってきますけれど、こちらはですね、年金機能強化法の改正があった関係で順次進められているという状況になっております。この、社会保険の適用拡大はですね、いわゆる強制適用事業種の種類の拡大、そして短時間労働者の適用ですね、こういった形で規模要件の見直しをしていっているもので、今順次進められているといった状況になっております。2024年の10月からは50人を超える事業所において週20時間、そして月に8万8000円以上で2ヶ月以上の雇用の見込みがある学生でない方を対象として社会保険の適用をしていくという形になっております。現状決められている法律上は2024年10月の50人を超える事業所までで一旦終了という形になっておりますけれど、今後ですね、2025年年金改革というのがありますので、そういったところも含めまして、今現状、この社会保険の適用拡大、この規模要件を撤廃をしていこうという動きがあります。今現状議論をされているところではありますけれど、もともと制度創設ですね、この法律が成立したときに規模要件というのはいずれ廃止していこうという話になっておりましたので、多分ですね、今後はもうすべての事業所においてこの要件が適用されてくるという形になっております。当初ですね、規模要件なくスタートしようとしたんですけれど、小売業と非正規の方の雇用が多い事業所からの大きな反発があったという形で、なかなか進められなかったという経緯はあります。そしてこういった社会保険の適用拡大を受けまして、年収の壁との絡みがありますので、国はですね、キャリアアップ助成金の方に社会保険適用時処遇改善コースというのを作ったという形になっております。これはですね、社会保険の適用による手取り収入の減少に対して労働者の収入を増加させる取り組みを行った場合に、労働者1人当たり50万円の支援を行っていくという形になっております。こちらはですね、年収の壁支援強化パッケージの一つという形になっております。ただ50万円なんですけれど、1回で50万円もらえるかというわけではなくて、これはですね、毎年分けて支給申請をしていくという形になっております。手当等で手取り減少の補填を行った場合はですね、1年目、2年目に半年ごとに10万円ずつ、そして3年目にですね、10万円をもらって合計50万円という形になっております。そしてですね、労働時間延長メニューというのもありまして、現行の短時間労働者の方の労働時間を延長した場合には、その部分で対応50万円という形、そして手当を支給する、そして労働時間を延長するという形の併用メニューというのもありますので、現状ですね、非正規雇用労働者を雇っていて、今後ですね、労働時間等を増やしていって社会保険の適用という形になる場合は、こちらの助成金を使うのが良いかと思います。
そして最後に注意点とまとめです。今回ですね、家族手当の廃止ですとか、収入要件の撤廃、他の給与への振り替えという形になっておりますけれど、家族手当、そもそも導入をしている企業、どのくらいあるのかといいますと、今現状減少傾向にあるという形で、2002年の段階では 86.3% の企業が家族手当というのを導入をしていたという形ですけれど、今現状ですね、2020年現在で 75.9% まで減少をしているという条件になっています。そして今回の奨励金の手当の見直しの期間ですけれど、手当の見直しの期間につきましては3ヶ月間となっております。そして手当見直し後1ヶ月のうちに支給申請が必要になりますので、スケジュールを立てて段取りよく進めていってほしいと思います。もうコロナ後でにですね、働き方というのが多様化をしてきております。労働環境に即した給与体系というのを構築をしていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。